皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は2月歌舞伎座初日に来ました。とても寒いです。雨が降ってますということで、初日ですけども、今日は屋根の下から失礼します。猿若祭ということで中村屋楽しみですね。そして玉三郎さんのアコヤもあります。どんなランキングをつければいいか自分でも分かりません。今日は初日なんで、豆まきもあるそうです。ということでこれから4位から6位をお届けします。それでは歌舞伎座に行ってみましょう。2月楽しみです。レッツゴー。ということでこれからランキングを発表します。まず4位から6位を発表します。なお私のランキング、私の個人のドーパミンが上がったか、そしてもう一度見たいか、3つ目初めて歌舞伎を見る方に見せたいかというこの3つの観点で選んでます。あくまでも私の個人なんで、ぜひ皆さんの実際に目で確認してください。一幕見席を見る参考としてください。第6位は第5の花見です。今第5の花見が終わりました。華やかな舞台で、昔から歌舞伎を見てる歌舞伎ファンの方、通の方にはいい舞台かもしれません。実際1598年に豊臣秀吉が醍醐寺で行った大規模イベントの話です。なんと桜を700本植えると、そして1300人、ほとんど女性だったそうですけども招待して必ず2回の着替えを命じる。で3着の着物を新調せよという、総経費30億円以上という話もある大規模イベントだったそうです。正直言ってオール兵士久しからずではないですけども、秀吉が死ぬこの5ヶ月前のイベント、少しやりすぎたかなという気もします。舞台も華やかで4人のお坊さんが掃除をするとこから幕が降りると、なんと、豪華な桜満開でした。そしてそこに10人の長唄、左に10人、そして右に2人のお琴、そして秀吉を中心に、秀吉は売玉船でした。北の真所、海春さん、そして利家の妻、これを寂右衛門さんやってました。それぞれが次々に踊る。海春さん、ちょっとどこまで、わざとか分かりませんけども、少し、背中が曲がって、少しよろっとするところも見えました。途中みんな次々に家来が踊るんですけども、その中で歌唱さんがひょうたんのとっくりを持っての踊りが軽みがある。そして左近さんの踊り、一人体が切れてるという感じがしました。あと6人の上官たちが並んで踊るとこもなんか正直言って、まだ初日の成果あっていませんでした。そして最後は秀吉が踊る。秀吉も、北の真所の2人で踊って、北の真所の扇子をつかんとこでよろりとよろけると、酔っ払ったということで、シニアの恋、シニアの楽しみを描いた演目でしょう。そして最後は秀頼を連れてこいと言ってパーッと舞台の真ん中上がると、福助さんの淀君がいました。淀君も左手の扇だけで舞うということで、最後は桜がハラハラと散る中で終わりました。舞台装置も豪華ですけど、この華やかな雰囲気、みんなが踊るところをほんわかと楽しむという舞台だと思いました。第5位は鞘当てです。今鞘当てが終わりました。鶴屋南北の浮世塚肥沃の稲妻という作品の一部です。隼人さん、簑助さん、そして小太郎さんのバランスが取れてて、若くて朗々としていい鞘当てでした。
隼人さん演じる名古屋三座の声が美しくて驚きました。いやー、いい声でした。かつらぎとしっぽり濡れる濡れつばめなんて言って、名古屋三座のこの髪型の色男、いい演じ方でした。もともと歌舞伎をお国と一緒に始めたと言われる名古屋三座、かっこいいですね、隼人さん。それに対して、悪い役の巳之助さん、不破万左衛門、目もグリッとしていてふてぶてしい悪さぶり、そしてなんと最後に止め女として小太郎さん出てきます。2人が刀がぶつかったと言って争うこの2人を止める。やっぱり貫禄のある小太郎さん、少し顔に余裕のある微笑みも浮かびながら自分のことをおてんばだというふうに言って、でも見てられないと言って堂々と止める姿、別に入ってました。小太郎さんのこの止める役、以前夏祭りなにわ鏡ですかね、見て、なんかその時のことを少し思い出しました。そして最後収まって刀を相手の鞘に刀を刺す。この刀が鞘にぴったりとお互い収まってしまったということで、名古屋三座が実は不破万左衛門は追っていた自分の仇だということが分かります。でもここは吉原、争い事を起こしてはいけない、刀を抜いてはいけない、本来を預けなくてはいけない刀ということで、2人はそのまま別れていきました。初日のせいか、まだ少し例えば隼人さんが登場する時の足首に硬さが見られたり、隼人さん、巳之助さん2人のやり取り、まだまだぎこちなさ、相手の動きを確認しながらというところがあったように感じますけども、どんどん日が進みにつれて良くなっていくと思います。ということで、まさに穴の吉原を味わわせる、しかもいい男2人、そしてしっかりと守る女小太郎さんによる最果てでした。役者や演者の一生を知るという意味でお知らせがあります。今度3月20日木曜日ですけども祝日です。世田谷で歌舞伎の解説や文楽の解説で、有名な高木秀樹さんに文楽の人形使いの吉田巳之助さんを偲ぶというお話をいただく予定です。いつもこの回こじんまりとざっくばらんな、本音の話、裏話を含めて聞くことができます。ぜひ今回は祝日ですので、よろしければ足をお運びください。概要欄に情報を書いておきます。あとその後ですけども、高木さんの話が2時から4時頃まで予定、そして4時半から軽くお茶会というかオフ会をしたいと思います。よろしければそちらもぜひ参加していただいて、楽しい話、歌舞伎の情報交換をしましょう。以上、お知らせでした。第4位は、これは本当につけるの難しいんですけども、キララ浮世伝です。今キララ浮世伝終わりました。今日初日節分だったんで、最後役者さん数えて39人による豆まきがあったんですけども、私2回なんで豆は撮れませんでした。その様子の、写真撮影は不可ということだったんで、撮れませんでした。ただ芝居自身も面白かったし、そして最後も気持ちよく前向きにポジティブに終わりました。最後、写楽とは誰か、写楽の作品弾圧されてプロジェクトを終わらせなくてはいけない、最後写楽の作品は面白くって切なくって、そして人恋しいと志の輔さんの志乃が言う、最後におめえも仲間だよ、おめえも写楽だというかっこいい言葉で終わりました。ちょうど NHK で蔦屋十三郎を描く大河ドラマべらぼうやってることもあります。セリフの中にべらぼうめという蔦屋の言葉が入っていました。
途中20分休憩があるんですけども、前半は蔦屋が、吉原に売られていくお篠に映像紙を上げる。そして、蔦屋とお篠の関係を描き出す。あと歌麿の関係も描き出す。同じ席で歌麿、これを隼人さんがやってますけども、偶然蔦屋十三郎を歌う。でも蔦屋十三郎は実は花魁の彼氏が死んだということで、花魁に最後、祈らせてあげるために、なんと宴席に棺桶を持ち込むというようなドタバタ想定外のシーンでも、しんみりと米吉さん演じるお菊がその自分の元彼のことを悼むシーンから始まりました。そしてそういう意味で私この後ちょっとネタバレを言うんで、もしここで止めたい人は止めてください。ただちょっと話が複雑なんで聞いた方がいいと思います。その歌麿と蔦屋の出会い、そして次に歌麿の画力を伸ばそうということで遊女を描かせる。歌麿に描かせるが、こんな遊女では自分はうまくならないと、お篠を呼べと歌麿言って、そうかと言ってお篠を呼んでしまう蔦重。そしてついに蔦重が版元として株をきちんと取得して店を持つ、大きな店を持つ。お祝いになんとみこしが出て、みこしの上に勘九郎さん蔦重が乗る。でもそこで家禄さんの演じる元武士の太田南穂が、でもそろそろお上の弾圧が厳しくなるはずだというふうに警告を出すとこで、前半が終わりました。そして後半は関政の改革で完全に風向きが変わる。錦絵が弾圧を受ける。最初は戯作という、世の中を皮肉った面白おかしく書いた本が弾圧を受ける。なぜだというと、それは人の精神、倹約の精神が失われていると。そしてついに錦絵、浮世絵まで弾圧を受けるということで困難に陥る。でも蔦重ボロボロになってお篠に頼ろうとすがろうというが、お篠に冷たくあしらわれると。そこで吉原の門の上に立って蔦重、俺を見てろと、俺は蔦重だと吠える。そしてこっからが感動なんですけども、いや女性花魁吉原を描くのがダメなら役者絵だと、男の絵を描こうと。でそれはなぜかというと、もともと歌舞伎もお国歌舞伎から始まった。でも弾圧を受けて野郎歌舞伎になったということで、ここで歌舞伎のように男を描くことで俺たちは生き残ろうというふうに決意します。歌舞伎とこの浮世絵蔦重の関係が分かり、ぐさっと心に響きました。そして写楽を生み出す。確かに伝説的にも写楽はいつの間にか消えてしまったと。数ヶ月いただけで、その後消えたという謎の話ですけども、これは写楽も弾圧を受けて、そして取り調べを受ける。その時に俺が写楽だとみんなが言う。まず歌麿が言う、そして三東京伝が言う、そして堀師たちが言うということで、なるほどと、みんなの心の中に写楽があるということで終わりました。みんなできちんとエンターテインメントを守っていくと。それは武士のまたはお上の言いなりにはならないという、この民衆大衆の心意気を示して終わりました。音楽が録音を使っていかにもこれは中村座ですね、平成中村座でやるような新作歌舞伎チックな演劇だと思います。そういう意味でちょうどテレビのべらぼうもやってるんで、謎解き、歴史ヒストリー物語を楽しむという観点で見るととてもいいと思います。あと面白い観点として親子が絡むと
いうところが結構ありました。2人のやり取りが面白いところがたくさんあります。士官さん親子、橋之助さんと、福之助さん、歌之助さん出てます。お前最近冷たいななんていう士官さんの言葉があります。あと金之助と隼人さん、いや金之助さんかっこいいんですよね。はじかのという最初はこの民衆の面白さを理解していたんだけども、偉くなって取り立てる身側に回った金之助さんの途中立ちさばき、いやーかっこよかったです。あとは、家禄さんと米吉さん、そして中村屋の兄弟がいますということで、この親子兄弟のいろんなやり取りもくすりと割れるとこがあるんで見てください。あとドタバタの雰囲気もある途中、勘九郎さんが最後写楽が描いた女の絵ということでそっくりの顔で出てきます。そこも笑えます。キララ浮世伝、これ本当に新作の若い人向けの演劇、平成中村座勘三郎かということなんで、ぜひ若い方、新しいものが大丈夫な歌舞伎ファン見てください。そして2の方、もともとの古典歌舞伎が好きな方はちょっと遠慮した方がいいかもしれません。以上、歌舞伎座からキララ浮世伝のレポートでした。今日は2月歌舞伎座初日に来ました。何名か私の YouTube 見てる方にお声かけいただきました。ありがとうございます。隼人さんファンといろんな方がおられました。ぜひいいねやチャンネル登録お願いします。本当に今月バラエティに富んでるんで、それぞれ、自分の推しがいい方は推しを見る、そして古典がいい、なかなか見られないアコヤがいい、そして笑いがいい、それぞれ選ばれてください。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳ワフでした。また歌舞伎座、そして文楽、いろんなところでお会いしましょう。それではまた。